皆さんこんにちは。スープで健康を届けたい幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。今日は11月12月が旬になる菊芋を使ってスープを作ってみます。日本のものだと思われがちですが、原産は北アメリカで江戸時代末期に家畜の飼料として日本に入ってきたそうです。注目されるのは天然のインシュリンと言われる水溶性食物繊維イヌリンです。生の菊芋には 15% 前後のイヌリンが含まれています。お腹が空きにくく血糖値の上昇を抑える効果がありますので、糖尿病が気になる方やダイエットしている方におすすめの一品です。スープのほか簡単な食べ方もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。菊芋には白菊芋と赤菊芋があります。今日使うのは赤菊芋です。赤菊芋の方がイヌリンの含有量が多いと言われています。下ごしらえで気をつけていただきたいのは、菊芋というのは生姜に似た形をしているんですけれども、どうしても小さくデコボコしたところに土が溜まりやすいんですね。ここを切り落としてから洗うようにしてください。主な材料です。しいたけと昆布は 400cc の水につけておきます。今回もしいたけは自分で干したものです。私はいつも完全にカリカリに干さなくても1日2日干した時点で冷凍して保存しています。木綿豆腐はお味噌汁に入れるぐらいの大きさに切ってざるに入れ軽く水気を切っておきます。麻婆豆腐にするときや白あえにするときもこの水切りの方法がおすすめです。菊芋を切っていきます。菊芋の皮は剥きません。菊芋の皮にはイヌリンなど食物繊維とポリフェノールが豊富に含まれております。少し傷ついたところや気になるところがあれば、そこを取り除いて薄切りにしてください。次は人参です。人参は菊芋より小さめの薄切りにしましょう。水につけておいたしいたけは取り出して硬い軸のところだけを除いて薄切りにします。さあ作っていきましょう。鍋にごま油を加えて熱し、野菜を炒めていきます。野菜全体に油が絡むという程度炒めていただければ大丈夫です。次は水切りしていた豆腐を手で潰しながら入れていきましょう。昆布をつけていた水をひたひた加えます。鍋の中に昆布も入れ、蓋をしてコトコトと煮ていきましょう。イヌリンは私たちの体の中で分泌されるインシュリンのように上がった血糖値を下げるわけではありませんが、小腸において糖質の吸収を抑える作用があり、食後血糖値の上昇を抑えるのに役立ちます。また菊芋に含まれる亜鉛が膵臓やインスリンの働きを助けるとも言われ、それが天然のインシュリンと言われるゆえんかもしれませんね。さあコトコト15分もすれば野菜は柔らかくなってきます。野菜が柔らかくなれば一緒に煮ていた昆布を引き上げ、昆布をつけていた残りのお水を加えます。塩と醤油で味をつければ出来上がりです。けんちん汁とはごま油で野菜を炒めたすまし汁のことを言います。一般的には大根やごぼうを入れるのですが、菊芋で作ると大根とごぼうの良いところを合わせ持っているように思います。よく煮た菊芋はホクホクで、ごぼうに似た味と香りがします。
煮る以外の菊芋の使い方をご紹介していきましょう。菊芋のいいところは生でも食べれるところですね。先ほどのお汁物のように煮るとホクホク、生で食べるとシャキシャキなんです。サラダにスライスした菊芋を散らして食べるほか、今日のようにナムルもいいと思います。おろしたニンニクを入れて、ごま油で全体をコーティングして塩コショウ、そしてごまを振っていただきます。菊芋は芋なんですけれども、糖質は少なく、さつまいもの糖質の半分以下なんですね。カロリーを比べてもじゃがいもの半分程度と、とても低カロリーな食品なんです。ダイエット中の方にも嬉しいですね。今日はほうれん草と一緒にナムルにしてみました。最後はガーリックソテーです。油ともとても相性のいい菊芋です。ビールのお供にいかがでしょうか。ぜひレパートリーに菊芋を入れていただいて、いろんな食感を楽しんでいただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、励みになりますのでよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。詳しい作り方は下の概要欄にも載せております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。